ネプロスの NBR390A、KTC のトップブランドから3部のスタンダードラチェットがモデルチェンジをしての登場です。主にはヘッドが小さくなって軽量化がされたみたい。ギア数は据え置いて、ヘッドは縦横どちらも小さくなっています。先代モデルの登場からもう10年経ったんですね。日本の工具メーカーといったら KTC という方もいらっしゃいます。そんな KTC の最上位ブランドネプロスの新作ラチェット、一月ほど使ってみた印象をお伝えできればと思っています。外観はめっちゃ綺麗です。ネプロス伝統の仕上げと言ったらいいのか、そのイメージ通りな美しい見た目を持ちます。デザイン的には2つ前、36ギアのものっぽいですね。先代はおしゃれな感じ。ヘッドの90のロゴとか切り替えレバーの造形なんかがシュッとした先鋭的な印象を受けていましたが、今作は道具らしいというのか、装飾的な部分がわずかに減ったというのか、そんな印象を持っています。個人的には今作のこのデザインが好きですが、物足りなさを感じる方はいらっしゃるかもしれません。使い始めの頃だけヘッドの横部分にクリア層が曇ったような結露したように輝く部分があったのですが、使っているうちになくなりました。で、今作の一番の売りでしょうか。小型化されたヘッドがこちらです。先代に対して幅で4ミリ細くなったみたい。普段使ってます小判型並べて比べてみるとこんな感じ。確かにネプロスが一番小さいですね。もう一つのトピックスが軽量化。実測で 244g と先代比で 10% ほど軽くなっています。ただ持ってみて軽いっていう感じはないですね。鉄のグリップ、しかも太めなグリップですから、いくら中空にしてあるとはいえ仕方ない部分かもしれません。ラチェットのフィールについて、空転は軽くないですね。硬質に感じます。先代が手元にはございませんので比較してお伝えはできませんが、お店で比べた感じ、今作の方が重たいという印象でした。切り替えレバーの操作感ははっきりしています。他と比べてみると若干硬いですね。しかし気になる引っかかりなんかはありません。勝手に切り替わってしまうようなこともないです。切り替えが中途半端に途中で止まってしまうことも、わざとやれば真ん中で止めることはできますが、普通に使っていればまず起こらないです。使ってみて良いなと思うところはまずやはりその見た目です。かっこいいですね。綺麗で掃除しやすくて。私がネプロスブランドとても好きというのもありますが、外観からの満足度は大きいです。また、スペックからの安心感は申し分ないです。ギアは細かく、ヘッドは小さい。強度面も内部構造、黒部分を再設計したとのことで先代よりも優れています。このサイズですからそこまでトルクかけることもないですが、今のところ何もエラーはないですね。性能は高い道具でしょう。小さくなったヘッドについては最初そんなに期待していなかったのですが、使ってみるとやっぱいいっすね。障害をかわしながらネジを回せるというより、入り組んだ箇所でネジにアプローチする過程で小さなヘッドにメリットを感じています。例えばこんなところ、ちょっと深いナットなのでセミディープソケットを使っていますが、こっちのラチェットは頭が大きいのでネジまでソケットをかける際に引っかかってしまいスムーズにいきません。対してこのヘッドの小さいネプロス、新型はスルッと入ります。まあこの2つ比べているので当然っちゃ当然な結果なんですけど、こっちがヘッドでかすぎるって話ではありますが、比べるとこのように融通きく場面は多いっすね。他方、ちょっと気になるのがバランスと空転の硬さです。そのデザイン上仕方のないことかもしれませんが、重心はハンドル側でメインで使っているラチェットと比べてみるとこんな具合。ですから慣れっていうのもあるかとは思いますが、頭持っての早回しがしっくりこない時があります。ハンドル側の重さに振られてブレるのか、手の動きとラチェットの動きが合わないというんですかね。なんだか具合が悪く感じることがあります。それから空転の硬さ。これはそのまんまっすね。重くはないんですけど、ネジが緩んできた時にラチェットが効かなくなるタイミングが思ったよりも早く感じています。この硬さからソケットつまんで回すのが厳しいことがありまして、同じネプロスのシャローソケット 8mm つけて試しますと環境によっては滑ります。
親指で押し込む方向はまだいいですが、引き込む向きでは滑ってしまうことがありますね。ただ、この2点は好みの問題かとも思っています。重心については、最近のラチェットってわりかしこの新型ネプロスと同じくハンドル側に重心ありますよね。高健産のジールなんかもそう。空転の硬さについてもしっかりバチバチいう感じなので安心感が大きいと捉える方もいるでしょう。この辺はぜひ実機を触って確認していただきたいです。続いてはネガに思ってしまった部分で、プッシュリリースのボタンを押しながら空転ができないというのは不便に感じることがあります。ネジがある程度緩んでラチェット効かなくなったら、こんな感じにギアを直接押し込んで空転させることってないですか？普段使ってますプッシュリリースのラチェットではこの操作ができるのですが、新型ネプロスはボタンがすごい奥まで行っちゃうのと、先にも話していますが空転の硬さ、あとは磨きによる綺麗すぎる表面から滑ってしまい、これがほとんどできません。それから細かいところですが、このボタン、操作のフィールがいまいちというかちょっと小さいために押しにくいと感じています。ソケットの抜き差しには2ミリほど押し込む必要があるのですが、親指の腹だとそのボタン形状から押し切れなくてソケットが落ちず、爪で押し直していることがあります。誤操作、誤作動はなさそうなデザインですが、あとわずかに径が大きいか、もう少し浅かったら使いやすそうに感じました。あとは伝統のゴムリング。個人的にこれちょっと苦手で、ソケットにつくやつはギュッとつまむと空回りしますし、ない方が指にかかるのではっきり好みではないです。取れたら戻さないですし、外してしまうこともしばしば。このラチェットのリングもしばらくつけていたのですが、最近は外しています。オイルがついた手で扱うときにリングない方が指にかかってくれて、この溝ほんといいんですよ。落としやすいと感じている方にはぜひこれ試してみていただきたいです。ネプロスのラチェット NBR390A、 正当な進化と言えそうな今作。モデルチェンジとしては少し物足りなさを感じたことは事実ですが、先代の進化が大きかったんですよね。今作も完成度は高いと感じています。ただ万人向けっぽい表情なのにちょっと癖は強くなったかとも感じます。硬い道具という印象を受けました。これから使いこなせるかは分かりませんが、馴染んだ時に印象がどう変化するのか楽しみです。皆様のお気に入りのラチェットって何ですか？ぜひコメントしていってください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。